1923年9月6日、千葉県東葛飾郡福田村三堀の神社で、香川県からやってきた薬の行商団15名が休憩していたところ、興奮状態の地元の自警団200名に囲まれました。朝鮮人だ。言葉がおかしいと、罵詈雑言の言葉を浴びせる自警団。現場は混乱し、めちゃくちゃな状態になっていき、ついに暴行が始まります。行商団15名のうち、子供3名と妊婦1名を含んだ9名が犠牲となり、その遺体も川に流せと近くの利根川に放り込まれました。なぜこのような事件が起こってしまったのでしょうか。そこには当時の日本で起こっていた混乱と差別が関係していました。このチャンネルでは世間に大きな影響を与えた事件を取り扱い、そこから浮かび上がってくる社会問題や私たちにできること、そして人としての在り方を見つめていくことを目的としています。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。関東大震災。この福田村事件が起こる数日前、9月の1日に起こったのが関東大震災でした。マグニチュード 7.9 という地震が近代化した首都圏を襲い、死者・行方不明者合わせて推定10万5千人が犠牲となりました。電気、水道、道路、鉄道などのライフラインにも甚大な被害を与え、地震が起こった11時58分は食事の準備のために火を扱う家庭も多く、強風や水道管の破裂も伴い、火災は3日間続きました。こうした混乱の中、朝鮮人が井戸に毒を入れた、共産主義者も毒を入れているといったデマも広がっていきます。ライフラインが奪われ、社会秩序も保てない状況になっていく様子を見かねて、内務省が戒厳令を宣告します。各地の警察署に治安維持に最善を尽くすことと指示し、その際に混乱に乗じた朝鮮人が凶悪犯罪、暴動などを画策しているので注意することという内容も伝えました。この内容は行政機関や新聞、民衆を通して広まっていき、各地で警戒を強めていた軍隊や自警団に共産主義者や朝鮮人が狙われる形となり、朝鮮人に間違われた中国人や日本人も殺傷されるという被害が相次いでいきます。これが関東大震災、朝鮮人虐殺事件として広がっていくのです。集団心理。震災の混乱による情報不足とデマによって各地の住民の不安が増大していく中、埼玉県内では約300の自警団が組織され、震災から2日後の9月3日には埼玉県内全域で自警団などによる朝鮮人狩りが発生しました。東京方面から避難してくる人々の中から朝鮮人を探し出しては警察に連行したり暴行を加えたりしていました。そして9月4日、埼玉県の本庄町で住民による朝鮮人殺害事件が起きました。連行されてくる朝鮮人を収容しきれなくなった本庄警察署は、群馬県などの県外に朝鮮人を移送しようと数十人の朝鮮人を分乗させたトラックを走らせるも、武装した自警団があちこちで即席の検問所を設けていて、通行する人や車への検問を行い、朝鮮人の引き継ぎや通過を拒否していました。移送を中止したトラックが本庄署に戻ったところ、警察署周辺に集まっていた4000人の群衆がこれを見つけて、暴徒化した群衆は署内にも乱入し、朝鮮人らに木刀や棍棒、日本刀や竹槍などで暴行を加え、殺傷するに至りました。また、9月16日には、天笠事件という混乱に乗じた事件も起きました。憲兵隊司令部で憲兵大尉だった天笠正彦らが、無政府主義思想家の大杉栄と、その内縁の妻、伊藤野枝、大杉の甥の立花宗一の3人を連行し、手で首を絞めて殺害した後、遺体を井戸に破棄しました。天笠大尉は無政府主義思想家らが大震災の混乱に乗じて不穏な動きを起こし、政府を転覆しようとしているかもしれないと憂慮し、その主要人物だった大杉と伊藤を殺害したと語っています。この関東大震災、朝鮮人虐殺事件での正確な犠牲者数は現在も不明ですが、
推定で数百名から約6000名にも及ぶと言われています。福田村事件もこうした混乱の渦の中に起きた事件の一つでした。これらの背景には、人々の疑心暗鬼がもたらした自衛から来る他者への攻撃性が垣間見えます。自分たちの安全を脅かすかもしれないという疑わしき存在を排除する行動、そういった集団が塊になり、自分たちは正しいことをしているという心理が働いていたのかもしれません。そしてもう一つ、当時の国民に強く根付いていたものがあり、それもこの福田村事件を生んだ要因とも考えられています。それが差別意識です。二つの差別。福田村事件では二つの差別意識が働いたと考えられています。一つは民族的な差別意識です。当時の日本は韓国を併合するなど植民地化を進めていました。だからこそ、朝鮮人や中国人を排除する行動は愛国心から来る行動として捉えられていた風潮があったのです。その風潮を裏付けるように、福田村事件の加害者の弁護費用を村が負担するという動きもあったそうです。もう一つは職業差別です。福田村事件で犠牲となった行商団は日本人でしたが、被差別部落の出身者でした。被差別部落とは、江戸時代の士農工商といった身分階級のさらに下に置かれて差別をされていた人たちが住まわされていた地域のことを指します。当時、怪しい行商団を見つけたら警察にというポスターも作成されていました。こういった偏見の標榜も自警団の暴徒化に拍車をかけたと見られています。こうした差別や偏見が社会に根強くあったため、被害者側から声が上がりにくく、この事件の詳細はあまり語られていません。事件の結末。福田村事件で加害者として検挙されたのは、福田村の自警団4名と隣接する田中村の自警団4名、計8名でした。それぞれが国が自警団を作れと言って、私たちは朝鮮人から郷土を守り、その結果、誤って殺してしまったと主張しました。田中村の1名のみ懲役2年、執行猶予3年の判決が出て、あとの7名には懲役3年から10年の実刑判決が出されました。しかし、確定判決から2年5ヶ月後、昭和天皇即位による恩赦で、受刑者全員が釈放されます。そしてその中心人物の一人は出所後、田中村の村長になり、柏市に合併後は市議も務めました。福田村事件は強い正義感から生まれた惨劇という見方もできます。これらの自警団は、もともとは消防団や青年団といった被災者の救助や家屋の片付けなどに従事していた一般市民でした。そういった人たちが朝鮮人が暴動を起こすというデマによって自警団化し、自分たちの村を守ろうと立ち上がりました。けれど、組織や命令系統がしっかりと整わない状況であったことや、社会秩序の混乱や集団心理、根強くはびこる差別意識などが重なり、最初は正義という塊だったものが、いつからかそうではなくなっていました。自分の持ち合わせている正義こそ、もしかしたら最初の敵で、まず疑ってかかるべきなのかもしれません。皆さんの関心のある事件などありましたら、コメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。